じっとしているのに、心臓がドキドキする感じ。一度は経験したことがありますよね。特に理由もなく、急に速くなる感じがすると、余計に気になってしまいます。そこで多くの方が、こう考えます。コーヒーを飲んだからかな。今日はちょっと疲れてるのかな。もちろんカフェインも影響することはあります。しかし、問題はそれだけではありません。52歳で自営業をしているある男性は、最近、じっとしていても、心臓が早く打つ感覚をよく感じていました。最初はコーヒーのせいだと思い、摂取を減らしてみましたが、症状は繰り返し続きました。特に夜、横になっている時に、よりはっきり感じられました。彼はこう言いました。何もしていないのに、どうしてなんでしょうか。このように、特別な理由がないのに、動悸が繰り返される場合、単なる一時的な反応ではない可能性があります。体は、様々な形でサインを送っています。今回の動画では、カフェイン以外にも、見落としがちな原因について、わかりやすく解説していきます。最後までご覧いただくと、今の自分の状態を、より理解する手助けになるはずです。心臓がドキドキする感覚があると、多くの人が最初に思い浮かべる原因があります。それがカフェインです。そのため、コーヒーを減らしたり、やめてみたりします。しかし、カフェインを控えても、同じような症状が続く場合は、別の要因を考える必要があります。57歳で事務職のある男性は、最近、特に理由もなく、心拍が速くなる感覚をよく感じていました。コーヒーは1日1杯程度で、量も多くありませんでした。それでも、コーヒーをやめても、大きな変化はありませんでした。特に、静かな時間や、寝る前になると、よりはっきり感じられました。彼はこう言いました。何もしていないのに、余計に感じます。このように、カフェインとは関係のない状況でも、動悸が続く場合、体の別の反応を疑う必要があります。体の緊張状態、生活リズム、睡眠の質などが徐々に影響している可能性があります。重要なのは、一つの原因に決めつけず、全体の流れを見ることです。動悸は単一の原因だけで説明できないことが多いです。特に検査で異常がないのに、この感覚が続く場合は、体の状態とリズムを一緒に見直す必要があります。60代前半で退職後、規則正しい生活をしていたある男性は、最近、理由もなく、心拍が速くなる感覚をよく感じていました。日中は問題ありませんでしたが、静かに座っている時や、夜に横になっている時に、よりはっきり感じられました。彼はこう言いました。体は休んでいるのに、中だけ動いている感じです。
このように、体は静かな状態ほど、内部の変化を敏感に感じやすくなります。普段は気づかないサインも、動きが止まると、より強く感じられることがあります。また、生活リズムが乱れていたり、睡眠の質が低下している場合も、このような感覚が繰り返されることがあります。そのため、単に異常の有無だけでなく、体の流れや生活リズムを一緒に確認することが重要です。まず考えられる原因の一つは、体の緊張状態です。私たちは日常の中で、想像以上に体に力を入れて生活しています。仕事の負担や小さなストレス、考え事が積み重なることで、体は自然と緊張状態になります。50代後半のある男性は、特別な病気はありませんでしたが、最近、動悸を感じることが増えていました。特に、仕事が終わった後や、一人でいる時間に、より強く感じられました。彼はこう言いました。体は休んでいるのに、気持ちはずっと忙しい感じです。このように、緊張が解けない状態が続くと、体のリズムにも影響します。本来リラックスすべき時でも、体は活動しているように反応し、動悸を強く感じることがあります。重要なのは、この緊張が目に見えないことです。そのため、異常がなくても、症状として現れ続けることがあります。この場合は、ただ休むだけでなく、体と心の緊張をほぐす習慣が必要です。二つ目の原因は、生活リズムの乱れです。私たちの体は、一定のリズムの中で、最も安定して機能します。しかし、睡眠時間や食事時間が不規則になると、体のバランスも崩れてしまいます。50代半ばのある男性は、自営業で生活リズムが一定ではありませんでした。日によって、寝る時間や起きる時間がバラバラでした。最初は問題ありませんでしたが、次第に動悸が増えていきました。特に夜になると、より強く感じられました。彼はこう言いました。生活が不規則になってから増えました。このように、体のリズムが乱れると、自然なバランスが崩れます。特に昼夜のリズムが乱れると、休むべき時間にも、体が完全に落ち着かなくなります。その結果、静かな時間でも、動悸を感じやすくなります。だからこそ大切なのは、完璧な生活ではなく、できる範囲で一定のリズムを作ることです。では、この動悸を、どのように判断すればよいのでしょうか。すべてが問題ではありませんが、繰り返される場合は、注意が必要です。60代前半のある男性は、最初はたまに感じる程度でしたが、徐々に頻度が増えていきました。以前より、少し動くだけでも感じやすくなり、安静時にも長く続くようになりました。彼はこう言いました。前より頻繁で長く感じます。
このように、頻度や持続時間が増える場合は、変化を見逃さないことが重要です。また、日常生活に影響が出るほどなら、軽く考えない方が良いでしょう。大切なのは、不安になることではなく、変化に気づくことです。体は、小さな変化からサインを送り続けます。同じ感覚が続く場合は、一度生活を見直し、必要であれば専門家に相談しましょう。では、この動機は、どのように管理すればよいのでしょうか。最も大切なのは、大きく変えるのではなく、小さな変化を続けることです。60代前半のある男性は、生活習慣を少しずつ整えました。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるようにしました。また、一日の中で、静かに座り、体の緊張をほぐす時間を作りました。彼はこう言いました。少しずつ変えたら、体も気持ちも楽になりました。このように、動機があるときは、体のリズムを整えることが大切です。睡眠時間を一定にし、ゆっくり呼吸する時間を持ってみてください。リラックスする感覚を少しずつ積み重ねることで、体の流れも安定していきます。重要なのは、一度に変えるのではなく、続けられる形で行うことです。これまでお話ししたように、動機は単なるカフェインだけが原因とは限りません。特に繰り返される場合は、体からのサインかもしれません。検査で異常がなくても、不快感がないわけではありません。大切なのは、不安になることではなく、冷静に理解することです。体の緊張を見直し、生活リズムを整え、小さな習慣を変えることで、状態は変わる可能性があります。そして、症状が増えたり、生活に支障が出る場合は、専門家に相談して、正確に確認することも大切です。体は常にサインを送っています。それにどれだけ早く気づけるかが重要です。今日の内容の中で、当てはまるものはありましたか？コメントで一言だけ残してください。皆さんの声が次の動画のテーマになります。個人差があります。正確な診断は専門医にご相談ください。役に立ったと思われたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。